現職の県職の方、県職 OB、OG とかなりの数とお話しさせてもらいましたけど、誰一人斉藤さんのこと好きな人いないね。特に若い女性職員からの人気がないね。大きく分けて3つやね。パワハラ、わがまま、不在。付き合うてられへんもん、アホやもん。田舎の人はね、防災で議場に携帯持ち込むのは当然やんって言うてるかもわからんけどね。はい、知事。よし、出動する。じゃあそんなね、戦隊ものみたいなことはない。さっき言うたでしょ？ 3 兆870億円っていう数字が入ってないのがアホやから数字を覚えてられてない。賢いからちゃんと3兆870億円っていう数字が頭に入ってるけれども、目の前の尾形がムカつくさかいまともに答えへんという判断をした。どっちにしたかって知事失格ですよ。前者であればアホやからやめてくれっていうことやし、後者であれば県民に分かりやすい説明をするということを放棄しているという段階でやめとくなはれって話ですよ。で、これどっちにしてもあかん言うてるけどね。これ、期待を込めて後者であってほしいやん。3兆870億円っていう数字ぐらい頭に入ってるぐらいの頭はあってほしいと。で、意地悪やから尾形にちゃんと答えへんかったという風であってほしいやん。でもね、昨日の記者会見の冒頭を振り返ってみると、意地悪ではなくて、ほんまに心底頭が悪い疑惑が濃厚になってきてるんです。素で頭が悪い。で、そこを今からお見せします。元彦の説明によると、記載許可団体になったり、早期健全化団体になったりする原因は、井戸県政時代の不正な会計処理があって、338億円がメインやって言うてるよね。多分ここまで斉藤元彦の支持者もそうやって言うてくれると思うの。それに同意するか同意せえへんかは別として、ここでこうやって神戸新聞が報じている兵庫県の財政危機というのは、前の知事、井戸がやった許し難き不法行為のせいであるというふうに言うてますよね。それがほんまかどうかは別として、彼はそう言うてますよね。彼がそう言うてることは事実です。ほんまに井戸さんのせいかどうかは別として、彼が井戸さんのせいや言うてるのは間違いないです。じゃあ昨日の記者会見で何を語っていたかというのをちょっと見てみましょう。交際比率が 18% を超え、本件が記載許可団体に移行するということになりました。さまざまな要因ですね、昨日も発表させていただきましたけれども、類似団体の平均を超える 1.2 倍ほどのですね、公共投資を長年やってきたということ、それから返済管理基金の積み立て不足が大きい5000億にも上るということですね。それから臨時財政対策債の先誘をしてきたことですね、そういったことに、今回の金利上昇局面が急激に来たということで、実質交際比率が悪化したという形になります。今ここで兵庫県が記載許可団体になった原因を彼は読み上げたんです。原稿を読みながらそこを読み上げたんです。もっぺん聞いてもらいましょう。財政指標については実質交際比率が 18% を超え、本件が記載許可団体に移行するということになりました。さまざまな要因ですね、昨日も発表させていただきましたけれども、類似団体の平均を超える 1.2 倍ほどのですね、公共投資を長年やってきたということ、それから返済管理基金の積み立て不足が大きい5000億にも上るということですね。それから臨時財政対策債の先誘をしてきたことですね。そういったことに、今回の金利上昇局面が急激に来たということで、実質交際比率が悪化したという形になります。記者から要因は何ですかって問われて、読み上げた4つの要素の中に井戸さんの命もない。今元彦が読み上げたのは、俺これメモ取ってあるんで読み上げますけども、類似団体の平均を超える 1.2 倍ほどの公共投資を長年やってきたことで、返済管理基金の積み立て不足、臨時財政対策費の先食い、金利上昇局面、この4つが要因や言うてるんです。井戸さんの不法会計処理、この4つの中に出てこない。
さっき俺3兆870億円という数字が頭に入ってないだけのアホなのか、それともちゃんと3兆870億円という数字が頭に入ってるけれども、目の前の尾形がムカつくからまともに答えないという判断をしたという意地悪でやった。どっちにしても知事失格やと言うた上で、どちらかであれば知事なんだから後者であってほしいと思うと言うたでしょ。でもね、おそらく前者なんですよ。自分があれだけツイッターとか YouTube で言い続けてる井戸さんのせいや井戸さんのせいやいう設定を冒頭で忘れとんねん、こいつ。自分の設定を忘れとんねん。だから多分ね、本職のアホなんですよ。アホの本職なんです、多分これ。ほんまにアホやないと思う。いやね、知事レクにね、財政課長が来て、いや、これが要因ですって聞いて、だけど自分が政治的に、これ、知事というのは、ええか悪いかは別としてやれるポジションです。いや、そうかもわからんけども、俺は知事やから、政治的に判断して、額は小さいかもわからんけど、338億円が問題やと思う。だったらこの5つの項目の中、検済準備基金の積み立て不足とか、金利上昇国面とかっていうその羅列の中に井戸の不平会計処理っていうのを並べとけって言える立場です。ええか悪いかは別としてね、言える立場です。そうでしょ？で、現にそうやってきたやん。俺は政治職であると。選挙で選ばれた政治職であると。で、諸君ら一般公務員と違うんだ。僕は特別職公務員であって、あなた方の人事権を持っていると。で、俺は政治的判断を下すんだと。政治的判断で、これをその羅列項目の中に入れろと。いうことが言える人ですよ。現に彼は公益通報者保護法違反でそうしてるんだから。で、そのタブレットに出てくる原稿の中に井戸前知事がやったニック期不法行為って一言入れただけの話ですよ。それを財政部局にやってないし、さらに言うと、入ってないスライドが出てきた、入ってない原稿が出てきたら、そこで入れへんかったら自分の設定が崩れるということが気づけないということは明らかじゃん。普通やったらレクされた時にあかん政治判断でその中に入れろって言う。入ってなかった。入ってなかったら、あれだけ自分がツイッター、YouTube で井戸がある、井戸がある、井戸がある言うてんねんから、そこでアドリブで、で、井戸で読み上げた後ね、読み上げた後、役人が作ってきた原稿の中にある、類似団体の平均を超える 1.2 倍頃の公共投資のやりすぎ、検済管理基金の積み立て不足、臨時財政対策費の先食い、で、さらに金利上昇局面っていう原稿があったら、ほんで、井戸さんの不法行為って言うたらええやん。アドリブで。あれだけ自分が言うてきてんから。そのアドリブさえできひんねん。ということは、おそらく、ほんまのアホなんでしょ。本職のアホなんでしょ。さっきの問い、3兆870億円という数字が頭に入ってないアホなのか、3兆870億円という数字が入ってるけれども、尾形に意地悪がしたいからわざと答えへんかったんか、アホであるということはありえないと思うから後者でやってほしいと思ってたけども、今のこの立ち居振る舞いを検討すると、あら、後者じゃなくて前者の単なるアホだったっていうのが正解だねとしか言わざるを得ないじゃない。で、類似団体を超える 1.2 倍ほどになる公共投資言うてるでしょ。公共投資言うてるんですけど、尾形さんが指摘しましたけど、公共投資が課題やった、公共投資が課題やったと、それは服部時代、井戸時代の前の知事の時代に、南部阪神淡路大震災からの復興があったといえ、土木に金使いすぎやってことは彼は言うてるんですが、県の、斉藤元彦が土木に使った予算は、就任時が2287億円から、去年2432億円と、約200億円増えてて、自分が一番増やしてるんですよ。200億円増やしてるんです。なんかさっきの話を聞いてたら、なんか井戸さんの時代とか、服部さんの時代に、その身の丈に合わん公共事業投資をやりすぎたみたいなこと言うてるけども、服部さんの時とか井戸さんの時はまあ、復興予算というのがあったから、もうしゃあなかったとはいえ、その時よりも伸び率高いんです。で、イランバイパス何本も作っとん。ほんで、井戸さんの計画通り、県庁の建て替えやってたら、600億円で済んでたのが、今、ウクライナの戦争が始まって、建材費が高なって、人材不足が言うて、1300億円になって、倍以上になってるんですよ。県庁建て替えを止めて、金をセーブしたみたいなこと言うてるけど、値段倍になってるの、止めてる間に。で、しかも、井戸さんの時の建て替え計画よりも、
3分の2以下の縮小して、井戸さんの計画が高い、止めなあかん、止めた。計画を縮小する。予算は井戸さんの時の倍。どない思いなはる。でも言うてないよ、さっきから。さゆりちゃんに知事してもらおうて。で、ハバタンペイに使う24億円、議会にはがらんと自分で勝手に使うて。それで、フィールドパビリオンとかで約60億円使うてて。それで、公共投資を約400億円200億円増やしてて。これ合わせただけでもう400億円超えてるんですけど。ほいで、井戸の不法行為338億円が問題やってはしゃいではるんです。ほいで、昨日の基礎的財政収支去年の基礎的財政収支が黒字になったよって生きってんねん。単年度予算で黒字になりました。で、なんでですかってインバウンドが増えたからです。それ兵庫県の努力ちゃうやん。さあ、たもっちゃんが元彦のことをボロンチョンに言うことをなんか筋違いやったりする？ごめん、社会やん。僕らがいるところ。東京の友達に言われること。疲れない？バカ相手しててって。疲れるよって言うけど。いや、もう社会ってそういうことやん。いや、景気さんやったらええねんけど、残念ながら俺の若い時からの友達の経済産業省とか外務省の友達から言われるんですよ。ねえ、バカ相手して疲れない？普通相手しないじゃん。会社だって相手しないでしょ。そうやねんけど。会社は大勢へんけど、あいつ知事やしな。いやでもさ、キモくないの？キモいよ。でもあいつ知事やね、人殺しやしって。まあね。で、これ兵庫県民がどういう目に遭うてるかというと、兵庫県民が、俺が経済産業省の友達とか財務省の友達から疲れないって言われてるのって、それは俺のことを心配してくれって言ってるんじゃないですよ。それ具体的に言うと、コミュニケーションで言うと、経済産業省とか外務省で仕事しとる連中が兵庫県民を指さして笑ってるんです。東京でまともな資本主義社会で頭のええ連中が仕事をしてる頭のええ連中がもうちょっとキモいからもう黙っててほしいんだけど言うて笑われてんねん。あざ笑われてんねん。目覚ましなはれ。もっともな質問がありました。兵庫県の現在の借金はどれぐらいあるのでしょうか。それはお気になるのがもっともだと、お気になさるのがもっともだと思います。兵庫県の借金は現在どれぐらいあるのだろうか。そしてそれが兵庫県民一人当たりいくらなのか。というご質問なんですが、これはさっきから申し上げているように、兵庫県の県債残高は3兆870億円です。で、3兆870億円だということは、兵庫県民が約530万人なので、一人当たり約58万2000円ということになります。0歳の赤ちゃんから110歳のおじいさんおばあさんまで、合わせて兵庫県民というのは530万人います。で、3兆870億円を530万人で割ると、だいたい58万円の借金。で、4人家族やったら、まあ基本的に 580×4 やから235万ぐらい。235万ぐらいの借金が4人家族やったらあるということになりますね。という説明が聞きたいんじゃないの？みんなは、ほんまは。という説明を元彦から聞いたことある？県の借金は全体で3兆870億円です。兵庫県民は約530万人なので、割り算すると一人頭残念ながら58万円ぐらいになり、4人の世帯やったら235万ぐらいの借金ということになりますと。というような表現を斉藤元彦がしたことがありますか？斉藤元彦は井戸が言うて田舎者のしゃぶって喜ばしてるだけです。このタック65さんの兵庫県の現在の借金はどのくらいあるのでしょうか。兵庫県民一人当たりいくらなるという質問は僕は当然だと思います。その政府の債務残高とか自治体の債務残高をそこの人口で割って県民一人当たりとか国民一人当たりって計算するっていうのは実を言うとあんまり適切な行為ではないんだけども、地方財政とかのことを詳し
くない人にとってはこれが一番わかりやすい指標であることは間違いないですわね。リアリティがあります。で、これ別に県民が無者になってるわけじゃないから、ここで割り算するということは良くないことなんですよ。ただ理解はしやすいですよね。東京ドーム何個分、甲子園球場何個分よりも分かりやすいです。で、菅野保でさえ、兵庫県の現在の借金は3兆870億円で、兵庫県民は530万人なので、一人頭58万円の借金になります。4人家族やったら235万円ぐらいの借金ですという数字がスッと出てくるわけです。菅野保でさえ、背の低い、顔のごっつい、頭の髪の毛の薄い、足の裏の臭い、尿漏れのする、菅野保でさえ、この数字がスッと頭から出てくるわけです。で、しかしながら、財政のプロとおっしゃっている斉藤さんがどういう対応をされたかということを、もっぺん見てみましょう。やはり積み上がってきた交際費、そして、積み立て不足ですね、これをしっかり解消していくためには、やはり一定の中長期的な取り組みというものが大事だというふうに思いますし、それはこれから腰を据えてやっていくプラン作りを、やはり、きちっとやっていくということが大事だというふうに思っています。知事、今まとまったばかりの、令和7年度決算で、普通債、実質的な返済残高はいくらですか。それぐらい頭に入ってませんか。3兆円です。答えられないんですよ。頭に入ってないんですよ。背の低い、顔のごつい、顔の油っぽい、足の裏の臭い、耳の裏の臭い、髪の毛ベタベタの、老眼入ってて細かい字読まれへんようになって、尿漏れしてる菅野保でも3兆870億円で、県民1人当たり58万円で、4人家族やったら235万円ですっていう数字がスッと出てくるのに、財政のプロの兵庫県知事が、県の債務残高がいくらかって聞かれて答えられへん。でしかも、記載許可団体になりましたという報道のベリーネクストデイの記者会見で、聞かれんの分かってるの当然の記者会見で。僕記者会見出られへんのに兵庫行ってる理由っていうのは取材を入れてるからなんです。で、その取材の対象って、大体現役の県職か、県職の OB、OG の皆さんなんですけど、記者会見出られへんようになって取材の数が増えたんで余計そうなんですけど、結構たくさんの人と、現職の県職の方、県職 OB、OG と、かなりの数とお話しさせてもらいましたけど、誰一人斉藤さんのこと好きな人いないね。いや、ほんで、俺の取材に応じてくれているというバイアスがかかってんのかなと思うんやけど、ちょっと離れたところで飯を食うて、俺がインタビューしていない、俺だということに気づかれてない、ここの、飯をここで食ってる県職、こっち側の席で食ってる県職の愚痴とか聞いてると、ボロカスやねん。いや、最初は、俺の取材に応じてくれてる人やから、もうその段階で斉藤のこと嫌やと思ってるからこそ、俺の取材に応じてくださってるんだから、嫌だという答えは返ってくるのは当然やと思って最初のうちは、こんな話俺今までしてこなかったんや。そうやけど、今回兵庫、記者会見出れなくなって回数増えてきて、時間が自由になって、喫茶店行ったり、飲み屋さん行ったり、食べ物屋さん行ったりする数が増えれば増えるほど、意図しない県職との遭遇があって、三宮元町にはさすがにそういうことはないけども、新海地長田、御影あたりでうろちょろしてると、ボロッカス。ほんで、平均して聞いてると、女性職員からの人気がないね。昨日もとある人のそういう愚痴を聞いてましたけど、ちょっと女性職員からの、特に若い女性職員からの人気がないね。で、県庁に就職してるような人だってみんな優秀ですさかい。頭ええからね、みんなね。街歩いてる人よりも頭ええ人は大半なわけですから。で、夢も希望もあって、大学卒業して県庁行ってるわけじゃないですか。いや、もうね、ボロカス。ほいで、ちょっとね、
聞く話は全部気持ち悪いね。まあ県庁の人みんなまともですからね。まあ当たり前ですよ。普通の人より賢いから県庁に就職できてるわけですから。みんな賢いしまともですよ。まあ要は、まあ、大きく分けて3つやね。パワハラ、わがまま、不在、愚痴を。いや、そのパワハラはひどなってるということ。で、あと、それとわがまま。言うこと聞かへんっていうこと。ほんで、おらへん。おらへんから仕事が回らへん。持っていったとかって、まあ言うたら決済が降りへんってことなんでしょうけどね。仕事が回らへんし、言うてることむちゃくちゃやから、それに現実合わせなあかんから。だからあれなんですよ。一人三宅坂みたいになってるんですよね。三宅坂って昔に陸軍参謀本部があったんですよ。陸軍参謀本部があったところなんですが、陸軍参謀本部の15年戦争末期の陸軍参謀本部って、陸軍参謀本部の作戦参謀が作った現実離れした作戦が出てきて、現場の人たちがそれに合わせて作戦をして、日本の兵隊さんの7割は戦死でなくて餓死みたいな感じになるでしょ。だからもう一人、三宅坂みたいになってる。一人で動く三宅坂みたいになってるんですよ。で、仕事できる人から順番に転職していってるのが現実なんですよ。まあ仕事できひん人も転職してっていうから、だから仕事してる人から順番にってこともないけども、まあいろんな思いを持ってね、それはめちゃめちゃ仕事できる人は県庁に残ってはりますけれども、ほんまにね、転職多いです。付き合うてられへんもん、アホやもん。で、その三宅坂で思い出したんですが、県議会のルールを集約した冊子に兵庫県議会提要というのがありまして、そこにその携帯電話の本会議への持ち込みを行わないというふうに明記されています。知事はこれまで本会議で携帯電話を持ち込んでおられましたでしょうか。また、持ち込んでおられたのかなというふうに思っておるんですが、その理由は何でしょうか。このルールをご存知でしたでしょうか。持ち込んだことはあります。で、理由としてはすみません、当該ルールをきちっと把握してなかった、知らなかったということです。で、かつ、やはり危機管理対応とか、さまざまな観点から、やはり今の時代ですから、携帯電話の持ち込みというものはやはりせざるを得ない、必要な観点があるという観点から持ち込んでましたけども、今回そういったルールがあるということを把握しましたので、今後は気をつけたいというふうに思います。ただ一方で、平成16年ぐらいでできたルールで、それは当時携帯が、まさに走り出したもう少し前からですけども、議場でピリピリになるということが多くなったということもあって、そういったルールを作ったということで、現在も国会や、一部の自治体ではそういうのが残っていると、兵庫県もそうだと思いますけども、果たしてやはり、私だけじゃなくて防災対応とかですね、危機管理対応する部長級が、携帯電話を手元に持たないでいるということが、今の時代に本当にそぐうのかどうかということは一つのポイントだとは思います。ということらしいですわ。携帯、議場への携帯持ち込みは禁止されているけど、そのルールを知らなかったと。で、なんで持ち込んでいたかっていうと、防災等で、緊急事態に備えるために、携帯が手元にあった方がいいという理屈だったんですね。防災に熱心なんですけれども、一方でですね、国の法律に、災害対策基本法という法律がありまして、先般の熊本地震で熊本県知事がいろんなことをする。先般の千葉の大水害で千葉県知事がいろんなことをするということを根拠づけているのは、その国の法律の災害対策基本法というのが、県知事が指揮を取りなさいというふうに書いてるからです。で、斉藤さんの言う通りです。県知事というのは、災害対策基本法という大きな法律で、災害の時の最高責任者に県知事はならなければなりません。で、その災害対策基本法は各都道府県にそう命じているので、防災マニュアルの整備ということを法律で義務付けています。で、その義務の中にあるのは、もし万が一、日曜日の夜中とかに地震や風水害が起こった時に、休みの日でも指揮命令系統を維持するために、知事を県庁に引っ張ってこなあかんから、知事の自宅住所を公開するようというのが業界標準です。
しかし47都道府県のうち、斉藤元彦だけです。自宅の住所公開してない。で、私はプライベートがあるのでと言うて、プライベートなので自宅の住所の公開を防災上必要があると言われてもやりませんと拒否してるやつが、議会には防災上必要があるからって携帯持ち込んでるらしい。何どこに、快活クラブとかに住んでんのひょっとして。だから言われへんみたいな。これね、田舎の人はね、防災で議場に携帯持ち込むのは当然やんって言うてるかもわからんけどね。で、こういう話を信じるのが田舎者なんです。田舎者っていうのは別に田んぼだらけのところに住んでるから田舎者じゃないのよ。こういう、その正義面した詭弁を素直に信じてしまう人間が田舎者なんです。考えてみいや。神戸の元町の県庁のそばにある県議会で知事が議会に臨んでます。その時に、例えば辰野で大風水害が発生した。気象庁が辰野で線状降水帯が発生してて、辰野市だけ水浸しになるってことになった緊急事態が発生した。知事に電話かかってくると思う？もしもし辰野なんですけどね、今水浸しなんですよ。って電話かかってきて、知事が、えらいことやな。すいません、辰野でえらい雨降ってるらしいんで、ちょっと止めてもらえませんかっていうオペレーションやと思うか？それどんなオペレーションやねん、それ。だから今のこの元彦の言い訳を信じるのが田舎者言うのわかるでしょ？ありえへんやん、そんなオペレーション。今の時代地球温暖化で日本列島の上に線状降水帯が発生する。そやから、神戸はピーカンデリアなのにもかかわらず、伊豆市で大雨降ってる、豊岡で崖崩れ発生してる、辰野で、地盤沈下が発生した、辰野で内水氾濫が始まった、みたいなことがね、あり得る。で、それで、この間の千葉の風水害みたいに、たくさんの人が亡くなるってこともあり得る。大災害が局所的に発生するということがあり得る。だから、東日本大震災の時はね、ちょうど国会審議中やったんだよ。3.11 の時に。3月ですから通常国会ですよ。予算審議の大詰め、菅直人政権。3月ですからね。3月の中頃ですから、もう予算作らなあかんということで自民党が当時の民主党政権を超攻撃した時ですよ。で、その時は国会議事堂も揺れたんです。で、ちょうど参議院の予算委員会通りで総理出席、菅直人が出席して自民党からの質問を受けてる最中に、大地震がやってきて揺れたんです。揺れた時も国会はどうしたかというと、審議を止めずに、野党側、当時の自民党側は攻撃を続けてたけども、行政側からちょっと規模の大きい災害がありましたということで、委員長に報告が行って、委員長が今回はちょっと地震が大きいので審議を中断してもらって、総理には官邸に戻って行っていただいて、シチュエーションルームに行っていただきます。それでいいですか皆さんということを議長採決でやって動くというのは議会です。議会に臨んでる行政側の人間が、我がにかかってきた電話がどんだけ重要であったとしても、すいません、ちょっと止めてもらえませんって言えません。で、緊急事態が発生した時に、そんなもん、携帯電話がなかった時代から、議会を止める方法というのは整備されてます。それ当たり前に決まってるやん、そんなもん。もう知事の携帯に電話かかってきたら、すいません、千代ちゃんが迎えに来てこい言うてるから、行ってきてええかなって、変わらへんねんで。もしもしねえ、千代ちゃん。昨日、アフターも行ったんや。もうええやん、もう昨日アフターも行ってんねんから。もう今日はもうちょっと先に行きたいからよう行かん。すいません、委員長。東門の千代ちゃんがね、垂水に住んでるんですけど、東門まで出勤するのに電車乗るのうっとうしい言うてて、迎えに来い言われて。でも、飯も行かんと同伴だけつけて送り届けようかなと。そんなん、できると思う？できひんでしょ？それができひんと同じように、知事すんません、辰野で大水害なんですって電話は知事にはなりません。伊豆市で大地震なんですよ。えらいことですわ。知事、なんとかしとくなはれ。いう電話は知事の携帯にはかかってきません。で、昨日朝日新聞は、そこで引き下がってるけど、ほんまに問わなければいけないのは、兵庫県の防災マニュアルって、
緊急事態が発生した時に知事の携帯が鳴るようになってんのかって話ですよ。そんなわけないやん。それどんな組織やねん。500万人以上の県民の命を預かってる県庁が、緊急事態があったら知事の携帯が鳴るような仕組みで動いてんの？そういうストーリーを信じる人間を田舎者って言うんです。ほな何かい？兵庫県の防災体制っていうのは、知事の電話で動くようになっとってあったら、知事がプライベートやから言うて、ぶらり、芦屋川の旅いる時に電話があった時、電話出るまで、ちょうど YouTube 回してるから黙ってて、5分間待っててって言ったら5分間遅れんのかい？そんなわけないのよ。兵庫県議会が動いてる時に、県庁からになるぐらい行政職員が全部議事堂に行ってるわけではないですよ。緊急事態対応の職員っていうのは対峙してるわけ。普通の都道府県でどういうオペレーションかやったら、その都道府県の範囲内で水害が発生した、局所的な地震が発生したってことがあった時に、どうなるかやったら、その残ってる、で、それで知事が議会に出てるっていう時、残ってる時にどうなってるかって、議会止めなあかんから。で、議会を止めてええかどうかの判断ってのは知事ができないから、議会がやるわけ。議会を止めるかどうかは議会が決めることです。知事が決めることではありません。それが開催中のものが、本会議やったら本会議の議長。で、各委員会やったら各委員会の委員長が決めることです。審議を止めるかどうかは。で、そうするとどうなるか言ったら、知事に電話がかかってきて、委員長止めてください言うて、委員長止められません。どうなるか言ったら、県庁の中に残ってる危機管理担当の職員から叱るべき書類で委員長に対して上申があって、委員長がその上申を是として皆さんにお諮りいたします。ただいま審議中ですが、今入った報告によると、何々地方で大水害が発生しているようで、知事にはそのご対応を取っていただかなければいけないので、執務室にお戻りいただく必要がありますと。今進行中の議事はここでストップさせていただきますが、それでよろしいですか？異議なし。では知事行ってきてくださいというのが段取り。はい、知事。田島で地震。よし、出動する。じゃあそんなね、戦隊ものみたいなことはない。愛神風みたいなことはないから。こんなもんお前こんなんすんの柳沢慎吾だけやぞ、お前これ。64番から本部へ、64番から本部へだけやぞ、こんな。だからこんなしょうもない嘘に、もう多分ね、この元ほんまやな。知事、あれやもんな、緊急対応せなあかんもんな。携帯持っとかなあかんもんな。って思う人は多分ね、近々商店街の奥で、原価6000円の羽ボタンを250万で買わされると思う。カラスの羽入ってるような羽毛布団を。ほんでなんか足の裏見たら癌がわかるとかいう宗教に60万ぐらいお布施挟むことになります。こんなもん、ほんまやほんまや、時代遅れや、携帯持つなんか興味当たり前や、言って、それ、緊急情報であればあるほどちゃんと手続き不明。蕎麦屋か。うどんの出前頼んどんのか。はい、知事。きつねうどん2つ頼んねんけどな、まだちょっと待ってください。今出るとこ、今ちょっと議会中なんで、ちょっと待ってください。いや、きつねうどんもう頼んだん12時やねん。もう1時回ろうとしてんねん。うどん飲みでまうわ。ちょっと待ってください。うどん屋のおっさんか、知事は。でさらに言うと、緊急事態に必要でなるかもわからへん携帯を議会に持ち込んだって言うてんやったらわかるけど、持ち込んだって途中に触っとってん。触る人どこにあったんや。お前そんなもん、ウーバーイーツの配達員でもそこまで携帯見いひんわいうぐらい携帯いじり回しとってん。さて、3兆870億円の数字も入っておらず、県民一人頭換算だと558万円、4人家族で約235万円という数字も頭に入っておらず、普通の会社で仕事をしたことがある人間だったら、知事の電話が緊急事態になるはずがないということさえわからんという嘘をつけてしまうような人間が知事でいいんですかね。そのうちにね、糸恋先生とこのネタになりますよ。この間ね、孫の授業参加に行ったんか。うちの孫はちょっとアホで。まあせやな、お前の孫やさかいね。算数の授業やってね。算数の授業か。小学校2年生言うたら九九を習うとるん違うんか。3の段言われてね。3の段言われへんかったんか。3の段よう言わんかってね。
3、2が6までは良かったんやけど、サザンが8言うてね。学校の勉強ができひんにも程があるんちゃうか。ほいで、孫が周りの子からアホやアホや言われてね。そら言われるわな。そのアホ見て思い出した。何を思い出したんや。君とこの知事元気かい。アホ見てうちの知事を思い出すな。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。